これ100均で買ったの。可愛くない？買ったんじゃないわ。あ、そう、買ってもらった。100均にあったの。これ可愛くない？水玉。今日はちょっとみんなと話したい話題があって、ラジオ形式でお届けしたいと思います。今日は日本語で撮ろうと思っているんだけど、行動力、いきなりなんだけど、行動力すごいねってよく言われたりとかする人とかもいると思うんだけど、私も結構行動力すごいねとか行動力あるねとか言われる方ではあるんだけど、その行動力と衝動力について考えていこうかなっていうふうに思ってる。これはなんか結構去年考えるようになった、話題というか話なんだけど、果たして行動力があるのか、衝動性がすごかっただけなのかっていうのが切り離して考えないといけないかなって結構自分に対して思うようになって、どっちみたいな感じで思うことが結構多かったから、みんなにもちょっと聞いてみたいなって思うんだけど、行動力、例えばだけど行動力ってさ、これしたいなと思ってやる、で結果的に行動に移したものが行動力だとするんだったら、衝動力は何かっていうと、やりたいと思って、吟味、何も良いか悪いかを全く吟味せずに考えずに、行動に移すっていうのが衝動力なのかなって思った時に、私は衝動力はあるけど行動力があるとは言えないんじゃないかとか思うことがあって、結構本当に直感型で直感的に生きてるから、あまりにも突発的に行動に移しすぎて、良くなかったかなとか、思うことは全然あるし、全部が全部全ての選択が正しかったかっていうと、わからないっていうのが一番あるんだけど、そこが難しいよねっていう話をちょっと最近思ってる。だからみんなは何をもって行動力があるとするのか、あとは何をもって衝動力、それは行動力じゃなくて衝動力だっていう風に切り分けるのかって考えるのかっていう風なことを分かる人がいたら教えてほしいなって思ってます。はい、そうっていうのを最近思うようになった。私も結構いろいろ今ちょっと話したいことがあまりにもたくさんありすぎて、何から話していいかわからないっていう状況なんだけど、もうすごいここ数年であまりにも環境が変わりすぎて、自分で変えてしまったというか変えたんだけど、それを正解にさせるしかない状況に今いるのね。だから動画も、どういう風に上げていくかとか今結構悩んでる
最中で、動画投稿は結構楽しくて、編集とかもすごい楽しいから好きなんだけど、私は韓国語を話すのがすごく好きなんだよね。韓国語を話して、こう、韓国語のその語学としてのなんか深みをもっと感じたいし、もっと語彙力も上げていきたいなっていうふうに思ってるから、今もね、トピック、今まだ4級までしか持ってないから、5級と6級を、5級は年内取りたいなって思ってて、6級は年内難しかったら来年中には取りたいなっていうところではあるんだけど、もう本当に定期的にもう毎日1ページでも多くそのテキストを進めていきたいなって思ってて、テキストも今そっちにあるんだけど、今度見せるね。そうだからそうだな、そういう2026年はそういう風な目標とか結構ちょっとあったりとかして、大学も実は休学するんですよそうだし、地元が大分県っていう場所になるんだけど、でこの前まで福岡県にいたの。就職して직장인 대학생ユイっていう名前で今 YouTube やってるんだけど、多分変えると思うんだよね、名前を。ちょっとこれにしようかなって思ってるのが一個あるんだけど、それにするかどうか、するとしたらでも今月中にはするかもしんない。そう、ちょっと名前をね、 YouTube の名前を変えようかなっていう風に思ってる。そう、あとね、何やったっけ、何の話してたさっき。そうで、大分から福岡に就職でして住んでたんだけど、実は退職しまして、退職して今はまた県外に出て、ちょっと住み込みで働くっていう選択をしたので、今はその寮にいるんだけど、なんでそんなことしたのって思う。自分に対してもね。なんでそんなわざわざいろんなとこ行って環境を変えてきつくないって思う。自分でもきつい。きつい。本当にきつかった。今日もね、始発、最寄りの地元の始発乗りまして、6時台の始発に乗りました。 AM6 時ねに乗って着いて、この寮に着いて荷ほどきをし始めて、一旦このベッドにたどり着いたのは7時くらいですねっていう感じ。だからバキバキですよ、体が。もう本当にもうやばい。でもなんとかなるかなっていう、もうやるしかねえっていう感じ。よくね、ゆいちゃんって強いよねとかすごいよねとかエネルギッシュだねとか言われるんですけど、全然不安です。めっちゃくちゃ不安です。だってさ、また一から何もかも覚えなきゃいけないし、人間関係とかもまた一から作っていくわけであって、で環境も変わるってことはもう本当にいろいろが変わるから、
どうしようって思ってますまあでもなんか本当に一番思うのは、私が頑張る理由は、なんか頑張れるとか思う理由は、やっぱり自分のなんかやりたいことにあまりにも貪欲で、なんか馬鹿正直というか、なんかできるかできないかもわかんないのに、もしかしたらできないかもしれないし、ほんの0.0000001% の確率で、可能性で叶えられるかもしれないみたいな、夢に向かってやってるみたいな感じだから、なんか必ずしも夢が叶うと思ってないし、なんかそんなの夢物語かなって思うこともあるんだけど、やってもないのに諦めるのはなんかちょっとなんかね、悔しくて、だからできるとこまでやって、やれるとこまでやって、ちゃんと諦めがつくところまでやって、なんか終わりにしようと思ったら終わりにしたいし、なんかその過程が、夢に向かって進んでる、自分の中ではね、こう進んでるように見えるその過程が私にとっての生きがいだったりするんだよね。だから就職して住んでたって言ったじゃん。そう、ちょっと都会に住んでみたんだけど、やっぱりなんだろうな、こう自分の夢が閉ざされた感じに思っちゃって、一人暮らし始めて仕事もあって、まあ自分から辞めるって言わなければずっとその都会に住めるような環境。ただ貯金はできません。やりたいこともできません。できないっていうか、そのなんだろうな、大きいことはねできない、時間もお金も制限されるからできないみたいになった時に、私夢のためにこう走ってきたつもりだったのに、これだったらもうただなんだろうな、仕事して寝て食べての繰り返し、このまま終身雇用と思ったんですよ。無理かもって思って、無理っていうか、その体調すごい崩したというか、結構元気なタイプなんですけど、思いっきり崩して、じゃあ合ってないんですかねって本当になって、一回地元に帰ってきて、でまたちょっと新しいことを今始め出したっていう感じなんですよね。だからとにかくできることはやろうっていう感じで、今ちょっと新しくちょっと2026年ちょっと指導してみたっていう感じ。そうで、今年の目標としては、まず一旦仕事を頑張る、仕事っていうかお金を稼ぐ、貯金をする、お金を稼ぐ。寮なんで寮費もないんですよ。無料なんですよ。寮費とかそういうとこも、食費とかも食費っていうかご飯も出るので、それを食べさせてもらって、本当に働くっていうことにすごい従事して、休憩とか休みの日はトピックの勉強と、大学は休学するのでトピックの勉強と、この YouTube 撮影と動画編集を、この3つというか2つかな、トピックと動画編集を主にやっていこうかなって思ってます。あとは動画の投稿頻度についてなんだけど、私は1週間に1回は上げたいなと思ってて、なんか無理そうだったら、ラジオこういう感じの字幕とかつけないで
ラジオを、1週間に1回出して、無理そうだったらとか言うのやめようか。そういうのやめよう。なんか最初から諦めるとか本当に良くないと思ったので撤回します。まず1週間に1回は出したいと思ってるっていうことと、私韓国の方、韓国のメディアの方に向けたような、韓国に住んでるみんなのに向けたようなコンテンツも作りたいっていうか、それが本当は主なんだけど、独り言を喋るってなった時にずっと韓国語で独り言を喋るっていうのはちょっとまだ難しいんだよね。それなんでかって言ったら、なんか自分から出るものじゃんか。会話だったら相手からのレスポンスで何を返すかを考えればいいんだけど、独り言って自分から湧き出てくるものしかないじゃんってなった時に、なんか하고 싶은 말을 할 수 없는, なんか言いたいことをなんか제대로 뭔가なんか하고 싶은 대로自分が思う通りになんかできなかったりするのが좀 너무 답답한 느낌이 있어가지고じれったいっていうか、なんかこれ言いたいのにあれ言いたいのに何だったっけみたいな感じになるのがなんかすごいもどかしいし、編集もちょっと大変になってしまうので、ラジオ形式の時は字幕なしでお届けするこの形式は日本語でやりたいと思います。で、韓国語のコンテンツは10分未満でちょっと短縮したバージョンでコンテンツを作りたいなって思ってるので、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、ゆいって言います今って思ったでしょ。わかる。ほんとそれな。私はなんで活動したいかって思うかっていうと、まず友達みんな見てくれてる友達みんな、私本当はねみんなに LINE してみんなにずっと毎日おしゃべりしたいんやけど、そんなことしたら迷惑やし、私もLINE をずっとし続けるのは難しい。ちょっと未読してしまいがちなので、好きなんでみんなのことは好きなんやけど、やっぱりなんかね、わかるやん。そう話したいなって思ってくれたら本当に電話してください。はい、ちょっと生意気すぎたんですけど、やばい、話しすぎ。20分ぐらいになったら切ろうかなと思ってるから、もうちょっと話させて。だからみんなとなんかずっと交友関係を続けていきたい思いもあるし、でも不器用すぎて結構そういうのできないかったりするから、私が発信することでみんなとの絆もちょっとコネクティングって感じで、ずっと友達でいいよねとか、そういう感じなんですけど、そうだから発信したいっていうのが一つと、あとは同じ境遇の人とか同じ価値観の人と巡り合うっていうことがあまりにも少ないと思うんだよね。普通にSNS 活動とかせずに生きてたら少ないっていうか、あったとしてももっと増やせると思うんだけど、でもっと増やす方法何かってなったら、もう自分自身が発信することしかないなと思って、だからこれを見てなんか私も同じ考えかもとか、俺も同じこういう考えしますとか、そういうのがあったらかもみたいな感じや。そうだからなんかちょっとだから本当みんなと友達になりたいっていうことですよ、要は。そういうこと。やばい、切れかけた。もう終われってことかもしれん。だからまたラジオするので、次回はもうちょっと短めに、ちょっと初回なんでちょっと長く、おしゃべりなんで長すぎちゃったんでこれぐらいにします。はい、ゆいです。はい、何回言うんって感じだけど覚えてください。
ださい。あとチャンネル登録と高評価、あとコメントと、あとなんか感想、LINE で教えてください。インスタの DM でもいいので、こういうなんかリクエストとかマジで本当に頼むっていう感じなので、今年はね、1週間に1回の投稿を頑張っていきたいと思います。はい。ということで、ここまで見てくれてありがとうございました。じゃあね、また会いましょう。